想像してみてください。明日の朝、あなたが目を覚ますと、パソコンが勝手に航空券のキャンセル待ちを成功させて、さらにホテルと交渉して宿泊料金を安くして、で、未読の急ぎのメール5件に完璧な返信を終わらせていたとしたら。まるで SF 映画のワンシーンのようですが、今シリコンバレーがエージェント AI と呼んで、世界中の企業が何兆円も投資している技術の正体がまさにそれなんですよね。私も最近なんか SNS のタイムラインでよく見かけます。自律的にツールを使って複数のタスクをこなすってことですよね。でもちょっと待ってください。それって、じゃあ勝手に私のクレジットカードを使って高級ディナーを予約してくる秘書みたいなもの？ちょっと怖くないですか？ただの不正利用です。やっぱり。でも、あなたに代わって複数のツールを使いこなし、最適なタスクを実行する優秀な相棒になるんです。私が知らないうちにディナーの予約をしてくれるなら、せめて支払いは AI 自身にしてほしいところですね。本当にそうですね。でもこれって本当に今起きている現実なんですか？投資の世界では少し前まで、AI バブルはもう弾けるとか、需要はピークアウトしたなんていう噂がまことしやかに囁かれていたじゃないですか。まあ多くの人がそう疑っていました。しかし、その懐疑的な見方を直ち美人に打ち砕いたのが、今回の深掘りのテーマである NVIDIA の2027年度第一四半期決算です。そういうことですね。今回のミッションは、その AI 需要のピークアウト論がどう崩れ去ったのか、そして GPU の王者である NVIDIA が、なぜ今になって CPU 市場へ吸収を仕掛けているのか、その真の狙いを読み解くことです。AI の心臓部を作っている会社の決算ですね。ウォール街の予想を毎回超えてくると言われていますが、今回はどうだったんですか？決算説明会でのジェンセンファン CEO の言葉が全てを物語っています。需要は放物線を描いている。英語で言うと、Demand has gone parabolic という強い表現を使いました。パラボリック。つまり、急激なカーブを描いて上昇しているってことですね。はい。具体的には、第一四半期の売上高が816億ドル相当。これは前年同期比でプラス 85% という衝撃的な数字です。85%？ さらに、データセンター部門に至ってはプラス 92% と、ほぼ倍増の勢いです。なるほど。つまり 85% 増えたってことは、あと少しで売上ゼロになっちゃうってこと？ AI 終わったってことですか？前年より 85% 増えです。増えてるのか。でも、リスキリングで新しいスキルを身につけたら、突然給料が約2倍に跳ね上がったようなものだと考えてみてください。給料が2倍になるなら毎日リスキリングしますよ。でも、兆円単位の売り上げがある大企業が1年でほぼ倍になるって異常事態ですよね。その大半はどこから来ているんですか？全社売上の約 92% を占めるのがデータセンター部門です。ここの売上が752億ドルで牽引しています。さらに利益の面でも驚異的でして。利益も上がってるんですか？はい。ノンギャップベースの EPS、つまり1株あたりの利益が前年比プラス 140% という伸びを見せました。ちょっと待ってください。そのノンギャップベースの EPS ってなんか難しそうな言葉が出ましたけど、要するにどういうことですか？簡単に言うと、会社の本業でどれだけ効率よく稼げているかを示す通信部のようなものです。今期から NVIDIA は、社員に給料の一部として自社株を渡す株式報酬費用、いわゆる SBC という項目の計算方法を変えました。計算方法を変えた？より実態に近い利益を見せるためですね。過去の利益率と単純な比較はできないんですが、それでも利益が2倍以上に膨れ上がっているのは間違いありません。つまり、儲かりすぎて笑いが止まらない状態なんですね。で、私が一番驚いたのは、その稼いだお金の使い道です。株主還元のことですね。はい。800億ドルの自社株買いを追加承認して、さらに四半期配当を1株 0.01 ドルから 0.25 ドルへ、なんと25倍に引き上げましたよね。年間だと1ドルになりますね。第一四半期だけで約200億ドルも株主に還元している。これって、研究開発のアイディアが尽きて、会社に現金が余りすぎて使い道に困ってるレベルじゃないのって素朴に思っちゃうんですが。素晴らしい視点ですね。一見すると、もう投資先がないのかなと思われがちですが、実際は逆です。逆なんですか？ AI インフラの開発には莫大な投資を続けているんですが、それ以上に現金を生み出す力が圧倒的すぎるんです。需要が減速するどころか加速しているからこその自信の表れですね。なる。っていうか、圧倒的すぎますね。
でもどうしてそこまで需要が伸び続けているんですか？世界中の IT 企業が AI チップを買い占めているのは知っていますが、それだけでここまで急激な成長が続くとは思えません。その裏側にあるのが需要の裾野の広がりです。今期から NVIDIA はデータセンター部門をハイパースケールと ACIE という2つの市場に分けて説明し始めました。新しい分類ですか？後者のエンタープライズ向け AI クラウド売上はなんと前年同期比で3倍超に拡大しています。その中で特に目を引くのがソブリン AI とネットワーキングの急成長です。ソブリン AI。ソブリンって主権とか独立したって意味ですよね。これ、リスナーの皆さんの生活にどう関わってくるんですか？例えば各国の政府が自分たちの国の税金データや軍事情報、あるいは独自の気象予測システムを AI で管理したいと考えたとします。はい。それを各国にあるアメリカの IT 企業のサーバーに預けたいと思いますか？絶対に嫌ですね。国家の機密情報や国民のプライバシーを他国に握られるのはリスクが大きすぎます。その通りです。だからこそ各国政府や国内のインフラ企業は自国内で完結する独自の AI インフラを構築し始めました。これがソブリン AI です。ということは、特定の巨大 IT 企業だけじゃなくて、世界中の国家そのものが NVIDIA のチップを爆買いし始めているんです。だから需要が途切れないんですね。でも AI の計算能力だけじゃなくて、通信網の売り上げもすごいことになってるんですよね。ネットワーキング売上は148億ドルで、前年同期比プラス 199% と急速していますからね。プラス 199%。コンピュート、つまり GPU の伸びがプラス 77% ですから、それを大きく上回るスピードで成長しています。199% 増ってことは、日本中のケーブルが全部 NVIDIA 製になって歩くたびにコードにつまずくレベルってことですか？さすがにそこまでいきません。いかないですか？でも天気で例えるなら、今までただの雨だったのがいきなり観測史上最大のゲリラ豪雨になったくらいデータ通信量が増加しているんです。ゲリラ豪雨ですか？でも、なぜそんなに通信量が増えるんですか？チップとチップをただつなぐだけですよね。そこが冒頭にお話ししたエージェント AI の鍵になります。これまでの AI は人間が質問したらテキストを返すだけでした。チャットボットみたいな感じですね。しかし、エージェント AI は裏側でウェブブラウザーを開き、データベースを検索し、スケジュールアプリと連携し、と無数のタスクを同時に処理します。いろんなことを同時にやるわけですね。ですから、チップとチップの間で絶え間なく膨大な相談やデータのやり取りが発生するんです。その通信を裁くネットワーク技術がボトルネックになり、NVIDIA の超高速ネットワーク機器が爆発的に売れているわけです。つまり AI の脳みそを作るだけじゃなく、国ごとのインフラであるソブリン AI やそれをつなぐ通信網まで NVIDIA が支配しつつあるってことですよね。これってもはや新しい国家を作ってるみたいなものじゃないですか。非常に鋭いです。NVIDIA はもはや単なるチップの部品メーカーではなく、国家規模の AI インフラ全体を設計する企業へと変貌しているんです。そして私たちが本当に注目すべきは、そうした圧倒的な数字の裏付けがあった上で、経営陣の言葉がどう変わったかなんですよね。ウォール街の機関投資家たちが数字以上に静かに織り込み始めている変化というか。はい。前期の決算では経営陣はエージェント AI の波が始まるといった未来の期待を示す言葉を使っていました。英語だと will be みたいな感じですね。しかし今期は到来した、そして計算能力こそが収益だと完全に断定する表現に変わったんです。売上の数字のプレッシャーから逃げたくて、急に抽象的なポエムを読み始めたんじゃないの？確信の表れなんです。ポエムじゃないんですか？でも上司の言葉に翻訳するなら、来期から本気出すではなく、結果が出ているから予算をくれという実需に基づくアピールと読めます。本当に予算要求の時のセリフですね。リスナーの皆さんの仕事でも、見通しで語る時と結果で語る時でトーンが変わるのと同じですよね。まさにそういうことです。これまでは企業が AI チップを買うのは将来のための実金やコストだと考えられていました。しかし今は違います。顧客は AI を導入することですでに生産性を劇的に上げ、生み出された AI の回答、つまりトークンが直接的な利益を生み出しているんです。実需があるからこそあんな強気な発言ができるわけですね。顧客側が実験フェーズから収益化フェーズへ完全に切り替えたと。はい。そしてもう一つ、経営陣の言葉で劇的な変化がありました。ビーラという次世代 CPU に関する扱いです。CPU ですか？これまではシステムの一部として語られていたのが、
独立した主役として格上げされました。1000億ドルの CPU 市場に本格参入して、今年だけで20億ドルの売り上げを見込んでいるんですよね。これ GPU が売れすぎちゃったから、おまけで CPU も入ったら大ヒットしちゃったってこと？順番が完全に逆転しています。おまけじゃないんですか？でも、推し活に例えると、メインの推しの活躍を支えるためにどうしても優秀なマネージャーが必要になって自ら育て始めたという状況なんです。マネージャーも自前で育てたらスターになっちゃったわけですね。でも、どうしてマネージャーが必要なんですか？ GPU だけで全部計算すればいいじゃないですか。ここでもエージェント AI の性質が関わってきます。GPU は膨大なデータを並行して処理し、考えること、つまり推論は得意です。はい、脳みその部分ですね。しかし、エージェント AI が実際にブラウザを開いたり、別のツールを呼び出したりする手順の整理やオーケストレーションは、実は CPU の方が得意なんです。ということは、CEO のジェンセン・ファンも Q&A セッションの中で、GPU が思考を担い、CPU がツール呼び出しを担うと明確に語りました。つまり、NVIDIA の GPU の売り上げを奪うカニバリゼーションではなくて、AI が高度になればなるほど、思考用の GPU に加えて、手足となる CPU も追加で必要になるってことですか？その通りです。既存のパソコン用 CPU の市場を奪うというより、エージェント AI 向けという新しい巨大市場を自ら作り出し、そこを丸ごと獲得しに行っている戦略です。純粋なプラスの需要だから今年だけで20億ドルも見込めるんですね。今のところ絶好調で1兆ドルの成長余地があるなんて景気のいい話ばかりですが、リスナーに代わってあえて厳しい質問をします。資格はないんですか？と言いますと、ウォール街ではデータセンターの電力が足りなくなるとか、中国への輸出規制で売り上げが飛ぶといった懸念も出ていますよね。当然リスクはあります。現在の NVIDIA の業績は放物線を描く快晴ですが、中国抜け輸出規制という雲行きやデータセンターの電力供給という局地的な雷雨には警戒が必要かもしれません。雷雨ですか。ただ、NVIDIA もそれは十分に理解しています。実際、次期の91億ドルという売上ガイダンスは、中国向けの売上をゼロと仮定した非常に保守的な数字を含んでいます。中国での売り上げがゼロになっても91億ドルを達成できるという自信の裏返しでもあるんですね。技術的な課題はどうですか？買収した企業の話もありましたよね。はい。Q&A の中で、グロックという企業の買収に由来する LPX という SRAM チップについて言及がありました。新しいチップですか？CEO は、このチップが低レーテンシー、つまり反応速度の速さには優れているものの、スループット、つまり一度に処理できるデータ量には制限があるため、ニッチな用途向けだと率直に認めています。魔法の杖はないってことですね。反応の速さを取るか、処理の量を取るか。また、先ほど触れた1兆ドルの成長余地には、今回の BIRA CPU は含まれていません。良いところも限界も、ポエムではなく実需に基づいているからこそ、冷静に語れるわけですね。つまり、NVIDIA が単なる部品屋からインフラ全体の設計者になったってことは、私たちの知らないところで、世界中の経済の仕組みが作り変えられている真っ最中なんですね。新しい CPU やネットワークインフラが実売上として認識されるタイミングには不透明さもありますが、需要は確実に実需フェーズへ移行しています。じゃあ、明日には私の家も NVIDIA の最新 CPU で自動化されてるってことですね。今すぐ準備しなきゃ。明日はいくらなんでも早すぎます。まだですか。でも、決算の数字から逆算すると、今年度の後半には数十億ドル規模の CPU 売上が立ち上がり、あなたの生活環境にも確実に関わってくるはずです。今年度後半には私のスマホや仕事のツールも裏側で NVIDIA の CPU と GPU が連携して動き始めるかもしれないんですね。そうなる可能性は高いですね。そうか。じゃあそれまでに私のクレジットカードで勝手に高級ディナーを予約しない安全で優秀なエージェント AI を見つけておきます。インフラを制するものが次の時代を作ります。もし計算能力がそのまま収益になる時代が本当に到来したなら、次に AI によって計算され最適化されるのはあなたの日常のどんな行動でしょうか。ぜひ考えてみてください。この音声は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。